はい、どうもこんにちは。エンジン太郎です。今回作るのはコンロッドのメタル部分ですね。コンロッドメタルの部分を作っていきます。まず準備としてやらなきゃいけないことがあります。それはこの内径、それぞれの内径正確に計測します。一応全部揃えたんですが、やっぱり微妙なズレは必ずあります。これはなのでここは正確に計測しておきます。それとあとはそれぞれのペアがもう崩せないので、マークするというとこですね。内径測定は専用のボアゲージ、よくはないですけど切り詰めたやつがあります。短い方が使いやすいですからね。というわけで、まずはマーキングから各マーキングやっちゃいますか。先にそれぞれの内径計測もどんどんやってきます。18.99 だね。計測した内容はコンロッドに直接書いておきます。ではじゃあ寸法がかかったのでメタルの製作進めていきます。それではメタル部分作ってきます。素材は、これまで何度もやってる PVC2C リンスワイドですね。使ってきます。作りたいのは直径21前後ですが、半割りしなきゃならないので、26の丸棒から進めていきます。これを所定の長さ、18ミリぐらいがいいと思うんですけどね。まずは素材のカット、18だからちょっと削り代残して20ぐらいで切っときますか。はい、まず第一段階の素材切りできました。材料のカットできたので、この後の作業で邪魔になるこのへそ取っちゃいますね。はい、こんな感じで綺麗にしときます。1個ずつ。両面整えたのでここ半割りしてきます。サイドカットでやるしかないですね。0.5 は弱いな、やっぱ。気を取り直して刃の幅を1ミリに変更してまた進めます。ちょっとズレがあるけどなんとかなるだろう。一回失敗して刃を入れ直したので段差がありますけどいいでしょう。後で削っちゃいます。それでは残りもどんどん進めていきます。
最後。はい、最後、ラス1ですね、これが。半割り、これで終わりと。半分にした半減系の部品の頭の部分、丸い方を削っていきます。反対にセットして反対側も綺麗になるまで削っていきます。これで半割りの寸法をきちんと整えたと。ノギス計測ですが 11.3、11.31。残りも全部天地を削ってきれいにしていきます。よし。はい、これで5個目終了と。電池がよいしょ。はい、これで5セット分半割り終わりました。混ざらないように、あと向きがわかるようにと、それぞれ、マジックで ABCDE と番号をつけてます。あとは次はこれを、脱脂して、バリ取り脱脂したら、ハンダ付けですね。それが、ハンダ付け終わったらまた切削加工に移ります。ハンダ付けやってきますね。まずはフラックスを両面しっかり塗ると。脱脂は終わってるので特に問題はないですね。とにかくよく塗っときます。もうクリップで挟んじゃいますね。挟んでクリップごとね、あったかくすりゃいいでしょう。めんどくさいし。そしたら全周きちんとフラックスを塗りたくっときます。はい、それで温めると。はい、大丈夫だね。はい、これで OK。あとちょっと冷却と冷えるの待ちますね。こんな感じの手順で全部やってきます。はい、これで5つ全部と。はい、全部ハンダ付け完了。あとはみんな冷えるのを待ちます。はい、全部ハンダ冷えたので、こういうちょっと残っちゃったの、ハンダの部分だけ、常磐にヤスリを置いて取ってっちゃいますね。いいですよね。こんな感じで大体でいいんですけどね、取るのは。少なくともバイスにセットした時ガタつかない程度まで慣らしておけば OK です。はい、これで5個全部整いました。こんな感じで。じゃあフライスに移動して削ってきます。ではセットしてでここをうっすら1枚削ると。エッジファインダー使って中心を見つけ出します。
多少変則的ではありますが、ボーリングバーを使っての外形切削となります。よし、これでほぼ21ジャストのはず。ちょっと痩せた。難しいな、ここが。いいや。あとで空き缶の破片でも詰めとけ。そしたらこいつは外してドリルチャックに付け替えと。旋盤に移動した時に基準になるための穴を開けていきます。基準なのでできるだけ綺麗な穴が欲しいので、最後にリーマーで仕上げておきます。これで1個目完了です。とりあえずフライス工程終わりと。ここでこれがこういうジグにくっついて固定と、旋盤で加えてここ締めればもうがっちりと、こんな感じで固定して、あとは旋盤作業と。この辺も以前やってるクランクのメインメタルと同じなんですけど、一応こういう感じで進めていきます。よし、あとこれを4つ作ります。次残りの作業はもうめんどくさいので、タイムラプスで進めます。1個目で手順確認、2個目以降でひたすら流れ作業という感じの作業になってしまいますね。はい、5個目終わりと。はい、すべてここまで終わりました。はい、全部ここまで終わりましたね。全部ジグできちんとつかめるので OK です。そしたら次は旋盤パートで、ここがつかみ部分になるので、本体の切削を始めていきます。次の手順ですね。いよいよ、外形の切削始めてきます。こんな感じでジグにセットしてこんな感じでジグセットです。でこいつを掴んでぐるぐる回すと。これでだいたい中心と。そしたらまずは端っこを揃えると。端を整えたら外形の切削に移っていきます。一応こいつに合わせるので 18.99、19でいいとは思うんですけどね。
これで外形は一通り OK です。はい、これでこっち側は OK なので内径やります。内径やるときに分解しないようにもうコンロッドで押さえちゃいますね。掴み替えて押さえてもいいんですけど、まあコンロッドあるのでコンロッドで押さえちゃえばいいでしょう。要はここを押さえとかないと圧力でハンダ付けしたのがパコッと外れちゃいそうなんで、これで中繰りやっていきますね。中繰りというかまずはドリルですね。最終的には 16 点いくつ何がしですね。水が14でした。穴開けてよし、内径やってきます。よいしょ。ほぼぴったりだね。溝付きライトに変更してこれで、オイル用の溝までは折れたと。そしたら次にやることはラッピングと。で、回転方向は逆と。クリアランスは 0.03 くらい取るので 16.03 か02ぐらい。まだ01にもいってないね。これで多分03になったはず。なってるね。03ちょうど。よし、できた。これでラッピング終了と。はい、そしたらこのものは一回外してと。あと掴み返して反対側のこの掴みしろに使ってた部分を削っちゃいますね。もうここはもう削るだけです。一応センターは出しますけど、まあそんなに一生懸命出さなくても問題がない場所ですね。もう結局剥がれちゃいましたが、とりあえずメタル完成です。さて1個終わったので2個目やります。やり方は1個目と全く同じですね。
的に全く同じやり方なので、ここもタイムラプスで進めてしまいます。3個目入ったんですけど、3個目の途中1箇所だけちょっと製法変えたので、そこはちょっと普通に再生させます。はい、ここまでは3個目の制作中ですが、ここまでの手順は同じです。同じですが、ここからラッピング、内径を整えるという作業は、旋盤ではなくフライス盤でやるようにします。より芯出しが早く終わるフライスでやった方が楽ですね。フライスでやる場合はもう、直接入れてしまえば、ずれることはないと。で、これで固定でいいと思います。今 16.00 にしてやるから02くらいか。目的の寸法になるまで調整を続けます。よし、このぐらいか。これで一旦 OK でしょう。よし、あと1個。素材、途中まで用意した素材2個あるんですが、1個はこいつに合わせてきちんと作っちゃいます。1個はその手前ぐらいまでやって、微調整はしないようにしておきます。はい、調子に乗ってね、削ってたら内径ミスりました。ここリミット16でなきゃいけないのに16点、もうノギス計測で 16.010。もうどうにもならんっすね、これは。ミスった。これで予備なくなった。失敗しちゃったので予備にするつもりだった1個使って作ります。まあこういう時のために1個余分に用意してたんでいいんですけど、これで予備はなくなったのでもうこの先失敗はできませんね。まあ作り方は今までと同じなのでタイムラプスで進めていきます。同じパーツをたくさん作るときはどうしても後半慣れが来てちょっと油断が出ちゃいますね。しかしこの後バルブ周り始めたら同じ部品16個とかですからね。結構精神的にきつくなりそうですね。まあでもバルブ周りはまだまだ先なので、とりあえずは今ある作業をどんどん慎重に進めていかなきゃダメですね。とか言ってる間にもうじき作業も終わりとなります。はい、やっと4本全部揃いました。じゃあ一応は1個ずつは検査というか寸法合わせはしてたんですけど、まとめてやってみますね。この向きで取り付けですね。
一応最低限の調整はしましたが、まだこれ動きが渋いところもあります。ただ今の段階であんまりガバガバにすると良くなさそうなので、まあその辺は実際動かす段です。最終組み立ての時に適宜調整っていう感じかな。一番4番シリンダーの分ですね。よいしょ。よいしょ。これもまだちょっと動き渋いですけど、現状これでよしとします。よいしょ。ちょっとクランクケース側がぶつかるのであまり無理はしないですけど、はい、一応コンロッドメタル終わってコンロッドクランクシャフトに取り付けができました。ちょっと動きが渋い、特に2番3番が渋いですけど、これまだ調整するかちょっと様子見るか、馴染むまで様子見るかまだ判断はできませんが、まあどっちかになると思います。今のところ今の時点ではこんな感じで当たっちゃうんですね。クランクケースにぶつかって回らないんで、次回は、クランクケース削ってきちんと回るように準備します。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。